皆さんこんにちは。オンラインの皆さんもこんにちは。カメラ合ってますかね。はい。で、多分皆さん初めましての方が多いかなと思うんですけれども、初めまして、風雅と申します。今日は Types Teaches Success What Will We Do というタイトルでお話をさせていただきます。ちょっと僕のスライドの作り方が悪かったせいで、ちょっとカンペを見れない状態に今なってしまっておりまして、ちょっとアドリブで話すのでだいぶお聞き苦しい点もあるかもしれませんが、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、最初に自己紹介を簡単にさせてください。風雅と申します。Twitter だったか、GitHub なんかは、風雅 KKBN というアカウントでやっております。で今は英和システムマネジメントという会社で、Ruby on Rails などを使ったアプリケーション開発をしております。で最近は、Ruby の型に関する技術に興味がありまして、GemRBS コレクションなどのリポジトリにコントリビュートしたりしております。で私が所属する ESM は今年の Ruby 会議2022に、伊勢海老スポンサーとして協賛させていただいております。でこちらはオンライン参加者の皆さんのご自宅に、今回の開催地である三重の、名産品伊勢海老の入ったカレーをお送りするというものを、スポンサーとしてやらせていただきました。でこのように、Ruby 会議のスポンサーをはじめとして、コミュニティとの共生という部分を、大事にしている弊社からは、今回私を含めて3名が登壇させていただく予定です。今日は私になるんですけれども、明日明後日とそれぞれ弊社から、メンバーが登壇しますので、ぜひそちらもお楽しみください。はい、というところで改めて私の話に入らせていただきたいと思います。最初に皆さんに、質問をさせていただきたいと思うんですが、皆さんのプロジェクトでは Ruby の方導入されていますか？ぜひ挙手で教えてください。導入されているプロジェクトの関わっている方どれぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。だいぶ少なそうな感じがしますね。ではもう一つ質問します。皆さんのプロジェクトではタイプスクリプトは使われていますか？また挙手で教えてください。今回は多そうですね。ありがとうございます。はい、というところで、タイプスクリプトを使われているプロジェクトだと、方からフィードバックを得られるというところがあると思ってまして、そのフィードバックといえば、例えばコードの保管であるとか、あとは引数の、メソッドの引数の型が何かであるとか、あとは、起こりうるエラーを提示してくれたりだとか、そういったフィードバックを得られると思います。で、こういったフィードバックから、開発者体験であったりとか開発能率が向上したり、あとはバグを未然に防げるといった、メリットがあると思っています。でこのように、型はプロジェクトを成功に導いてくれる一つの要因というふうに言えるのではないかと感じています。で私はタイプスクリプトで初めて静的な型というものに触れたんですけれども、こういった型のメリットだったりフィードバックといったものを Ruby でも、この恩恵を受けられないかなというふうに考えるようになりました。で現在ですと Ruby3.0 から RBS、STEEP といった型関連の機能が Ruby 本体にも同梱されるようになりました。でこれはすごく小さく始めることもできるようになっていまして、例えば RBS なんかはプロジェクトのビジネスロジックと完全に型の定義を分離して書くことができたりですとか、STEEP も型解析をファイルを指定して小さく解析したりといったこともできるようになっています。でまた、先ほど申し上げた通り、プロダクトコードとは、型定義が全く別に定義されるので、Ruby の良さである、書き心地であったりとか楽しいといったところ、そういったところは失われずに型定義ができるものかなと思っています。でこれだけ聞くと、メリットが多くて、導入もしやすいんじゃないかっていうふうに感じるんですが、冒頭で皆さんにお聞きして分かったように、まだ Ruby の型をプロジェクトに導入しているという実例は少ないように感じています。で一体それは何でなんでしょうか。私は一つ思い当たる節があります。でここで、rubygems.org、皆さんご存知かと思いますが、GEM が公開されているホスティングサービスですね。はい、こちらにどれぐらいの GEM が登録されて公開されているのかというのを見てみます。ステータスページを見てみると、
17万2815件ジェムが登録されていると。で一方で GEMRBS コレクションの方はどうでしょうか。GEMRBS コレクションというのは、GEM の型定義が集約されているリポジトリになるんですけれども、この GEMS というディレクトリの配下に各 GEM の型定義が定義されています。でここの GEMS ディレクトリ配下にどれだけのディレクトリがあるかっていうのを見ると、実際今どれだけの GEM に型定義がされているのかが分かるかと思います。というところでコマンドを叩いて見てみます。GEMS ディレクトリの下にどれぐらい GEM があるんでしょう。はい、結果は44ということで、約17万3000件公開されている GEM のうち44件が今型定義がされている状態というところです。でこれは全体の約 0.025% というところで、非常に GEM の型定義がまだまだ足りていないような印象を受けます。で、ここで話が戻るんですけれども、このように GEM の型定義が足りていないっていうところがプロジェクトへの導入のハードルを上げているように感じています。で多くのプロジェクトでは、サードパーティー製の GEM に依存しているはずで、それらの型定義がもっと充実してくれば、皆さんのプロジェクトにももっと型を導入しやすくなるんじゃないかなというふうに考えています。で、そこで提案したいのが、GEMRBS コレクションへのコントリビュートというところです。で、動機としては先ほど申し上げた通りなんですけれども、これからお話しするのは、ステップバイステップでコントリビューションまでの手順をお話ししようと思ってるんですが、なんとなく型定義のコードってどう書くんだろうとか、なんか今までの普通の OSSA のプルリクエストとはどう違うんだろうみたいなところをお話しできたらと思っております。でここで GEMRBS コレクションのことを話すと、先ほども少し申し上げた通り、いろんな GEM の型定義っていうものを集約的に集めているリポジトリになります。タイプスクリプトというところの Definitely Typed to Repository と同じようなものとイメージしていただければいいかなと思います。でこういったところに GEM の型定義が集まってくれば、もっとプロジェクトに型を導入しやすくなるというふうに考えています。はい、ではここから、今日のテーマとして GEMRBS コレクションへのコントリビュート方法というところを具体的にお話ししていきたいと思います。で最初にお断りをしておきたいんですが、私はGEMRBS コレクションにコントリビュートしてきています。その中で経験したことや分かったことなどをお話ししようと思っていますが、これから私が話すことはもしかしたらメンテナーさんの意図とは違うかもしれません。あとは RBS の具体的な文法書き方といったところについては今回話しません。RBS の書き方などについては RBS リポジトリにシンタックス MD があって、ここですごく丁寧に詳しく書かれておりますので、興味を持っていただいた方はぜひこちらも見ていただければなと思っています。はい、それではコントリビュートのステップについてお話ししていきたいと思います。でコントリビュートの方法については大きく分けて2つあると思っています。1つはすでに型定義がされている GEM のメソッドの型定義などを追加したり修正したりする方法で、もう1つは新たに GEM の型定義を追加する方法というところで、この2つについて見ていきます。まずはすでに GEM の型定義がされている場合に追加修正する方法からお話しします。でこちらについてはステップとしては大きく4つありまして、まず見つける、これはどちらかというと見つかるといった方が正しいのかもしれないんですが、まず修正したり追加したりするべき箇所を見つける。で2つ目が確認する。これは実際のプロダクトコードと型の定義の不一致というものがあるのかどうかっていうところを確認するステップで、3で修正をして4でパッチを送る、プルリクエストを送るといった流れになってきます。でちょっと具体例を挙げて見ていきたいと思います。で最初の見つける見つかるといったところについては、おそらくスティープチェックを実行してエラーが出たことによって見つかるパターンというのが多いんじゃないかと思っています。スティープチェックというのは、簡単に言うと RBS ファイルを静的に解析して型定義と実装の不一致がないかどうかを確認するコマンドになっております。でこれを実行するとこういったエラーが出ることがあります。でこのエラーが何を示しているかというと、カウントメソッドの呼び出しに関して
ブロック付きで呼び出すことはできませんよというようなことを教えてくれています。ただこれ実際どうなんでしょうか。カウントメソッドはブロック付きで呼び出しているような気がします。というところで、ステップ2の確認をしていきます。で、コンソールの方で、このメッセージズドットカウントの定義場所がどこなのかっていうのを確認しますと、最後の行の赤文字の部分が該当行になりますが、liv/active-record/relation/calculations.rb の43行目に定義されているということが分かります。ではこちらの実装を見てみましょう。でこれが、先ほど分かった実装箇所、カウントメソッドの実装箇所になりますが、こちらを見るとブロックを受け取れるようになっていそうな感じがしますね。ということで、もしかしたら型定義の方に誤りがあるのではないかなということが予想できます。で一方 GEMRBS コレクションの方の型定義はどうなっているでしょうか。こちらを見ると、Active Record Calculations モジュールの中にカウントメソッドの型定義が書いてあります。こちらを見ると、ブロックを受け取れるようになっていなさそうです。ということで、ここにブロックを受け取れるような記述を追加してあげれば良さそうということが分かります。ということで、このようにブロックを受け取れるようにして、プルリクエストを送りました。でこちらが実際に送ったプルリクエストの diff になるんですけれども、この2行ですね。2行というか2行目の部分ですね。ここの行の部分です。はい、これだけ追加しただけという形のプルリクエストになっています。はい、このような形で、すでに定義されているジェムの追加修正であれば、こういった形で見つかったものを確認して修正してパッチを送るというような流れで、コントリビューションしていただけるかなと思っています。はい、ではここまでがすでにあるジェムの型定義の追加修正の方法でした。もう一つが、新しくジェムの型定義を追加するケースのお話をします。でこちらはさらに2つのケースがあると思ってまして、型定義についてジェネレーターを使って自動的に型定義を生成する方法が1つ。でもう1つは、自分で必要としている API についての型定義を手動で追加していくパターン。この2つに大きく分かれると思っているんですが、これらの違いについては RBS ファイルを書く部分だけかなと思っているので、まとめて説明をしていきたいと思っています。でこれからお話しするステップについては GEMRBS コレクションの contributing.md の方に手順としては書かれているんですけれども、私の方でもう少し噛み砕いた説明をこれからしていきたいと思っています。でまずステップ1としては開発環境のセットアップ。これについては bin/setup というコマンドを叩いていただければそれで開発環境は整う形になっています。内部的にはバンドルインストールなどが実行されて、最初にまずこれを実行していただければ大丈夫です。でステップ2としてボイラープレートの作成です。でこちらもコマンドがありまして bin/init_new_gem というコマンドを実行することでボイラープレートが生成されます。で今回は config というジェムの型定義をしていくという想定でこのジェムを例にとって説明するんですけれども、bin/init_new_gem の引数に config を渡してあげて実行します。そうするとこのようにいろいろと質問をされるので、それに対して入力をしていくと最終的にボイラープレートが自動的に生成されます。でこの1行目のところは bin/init_new_gem の引数に gem 名を指定して実行してあげると。そうすると GEM のバージョンを聞かれますので、マイナーバージョンまで、今回でいうと 4.0 というところまで指定して入力してあげます。で最後に GitHub のリポジトリを聞かれるので、そちらでユーザー名、リポジトリ名という形で指定してあげます。そうすると自動的にボイラープレートに関するファイル群が生成されます。で実際にどういったファイルが作成されるのかを見ていくと、このような形でいろいろ作られているんですけれども、実際にこの中で触るのは test.rb というものと config.rbs という2つのファイルになります。test.rb は定義した型定義に対するテストを書くファイルになります。config.rbs は GEM の型定義を実際に書いていく箇所になります。
でここは今回 config.gem を例にとっているので、このファイル名ですが gem の名前によって変わってくると思います。はい、でステップ3、4として RBS ファイルとテストを書いていきます。で前提として、全ての API に関する型定義を書く必要っていうのはありません。でこちらは GemRBS コレクションの Contributing.md からの抜粋になるんですけれども、リードミーやドキュメントに書かれている、ユースケースに関するものであったりとか、あとは皆さんのプロジェクトで実際に使われている API に関して、注目して、型定義をしていくといいでしょうというようなことが書かれています。はい、で RBS ファイル実際に書いていくんですが、ここから部分的に手動で書く方法と自動的に生成する方法について話していきます。まずは部分的に定義する方法です。でここからは、アクティブデコレーターという GEM を例にとって説明します。で私のプロジェクトでアクティブデコレーターの API どういったものが使われているかというものを確認してみました。で主に使われているのはこの3つの API だということが分かりました。で GemRBS コレクションの方に送ったプルリクエストはこのような RBS ファイルになっています。ActiveDecorator.rbs ということで型定義をしているファイルになりますけれども、こちらを見ていただくと先ほどお見せした3つの API についてのみ書かれているということが分かるかと思います。こちらの3つですね。でこちらはテストのファイルになるんですけれども、テストに関してもこれで全部です。で6から9行目のところが実際のテストの部分になるんですけれども、型定義のテストについては、プロダクトコード、アプリケーションのコードのようにアサーションを使ってテストするようなものとは違っていて、実際の呼び出し方と型定義に矛盾がないかといったことを確認するテストになっています。なのでこのような形で呼び出し、実際の想定される呼び出しを書いてあげるっていう形でテストを書いていただく形になります。で7行目でデコレートメソッドの引数にユーザーインスタンスを渡しているんですけれども、こちらは3、4行目で定義したこのデコレートメソッドをテストするための疑似的なユーザークラスです。でこのように疑似的に作成したクラスに対しても型定義をしてあげる必要があります。こちらについては別ファイル test.rbs という別ファイルで疑似的に型定義をしてあげています。これをしないとスティープチェックを実行したときにテストを実行したときにユーザークラスの型定義がないというエラーが出てしまうので、こういった疑似的な型定義も必要になってくるというところです。でこのような形でパッチを送ったんですけれども、無事この方法でマージされました。でここまでが部分的な型定義の方法なんですが、もう一つ自動的にジェネレータを使って生成する方法について見ていきます。でここからはイナメライズジェムというものを例にとってお話しします。で繰り返しになりますが、ジェネレータを使って自動的に型定義を生成することもできます。RBS プロトタイプ RB コマンドというものを使います。で3行に分かれているんですけれども、まず RBS プロトタイプ RB というのは、RBS を自動的に生成してくれるコマンドです。2行目の部分はソースファイルを指定しています。元となるファイルですね。で今回は bin.init.new.gem コマンドを実行したときに生成された libhyca のこのイナメライズジェムの実行ファイルなどを全て解析して型定義を生成するという方法を取りたかったので、このように複数ファイルを指定しているんですけれども、単一のファイルを指定して実行することもできます。で最後3行目が出力先となるファイルです。ファイル名に特別決まりというのはないようなんですけれども、ジェネレーターで作ったものだということが分かるようにジェム名 -generated.rbs のような形で名前、ファイル名をつけていることが多いようです。でこのコマンドを実行して実際に生成されるのがこういったファイルになります。で画面の都合上冒頭の30行弱ぐらいしか出せていないんですけれども、実際には500行ぐらいで全部で129メソッド分の型定義がされています。これ自動で作ってくれるのは本当にすごいし便利だなと思います。
ただ、ソースコード上で自明な場合を除いて型についてはほとんどアンタイプとが出力されます。この辺は後々手を入れてあげる必要があるところなんですが、今回は型定義をひとまずつけるというところが目的なのでこのままにします。はい、で、今度またこの状態でスティープチェックを実行します。でおそらく大体のケースでエラーが出ると思います。で、このように赤文字の部分になりますが、アクティブモデルタイプバリューが型定義されていないというようなエラーが出ます。で、ここでは1個しか出していませんが、2つだったり3つだったりケースによって違うと思うんですけれども、こういったところにパッチを当てていきます。でこちらは、パッチだということが分かるように patch.rbs というファイル名でまた疑似的な型定義を当ててあげます。でこういった形で一つ一つエラーを潰していくとスティープチェックが通るようになるので、この状態になったら今度はテストを書いていきます。でテストについてなんですが、最初に申し上げた通り自動生成されたメソッドの型定義の数は129メソッド分ありました。でこれは全部書く必要があるのかという話なんですけれども、ここで先ほどお見せした GEMRBS コレクションのコントリビューティング MD を再度お見せしますが、これをちょっと拡大解釈かもしれないんですが、解釈するとテストについても同じことが言えるんではないかなと思っています。プロジェクトで使われている API だったりリードミーなどに記載されているユースケースを主にテストしていく形でいいんじゃないかなと思っています。必要になった部分は後で必要になった人が追加すればいいんじゃないかなというふうに僕は思っています。でこのような形で開いたプルリクエストのテストはこのような形です。で今回はクラス定義の中でイナメライズメソッドを使いたいっていうところがメインだったので、テストの方もそれだけしか書いていません。であとですね、ごめんなさい。でこれだけしか書いていないんですけれども、例えばじゃあイナメライズメソッド以外の自動生成された型定義についてはどういう扱いになるのかっていうところについてなんですが、それはあえて消したりする必要はないと思っています。テストがないから型定義も消すっていうふうにはせずに、生成されたものは生成されたものでそのままコミットしていただければいいかなと思います。はい、でここまで部分的に定義する方法とジェネレーターを使って自動で定義する方法を見てきたんですが、この2つはどのように使い分けていけばいいんでしょうかというところをお話しします。でこちらに関しては私も明確な答えを持ち合わせていないんですけれども、私がやるときには基本的に明確にこの GEM のこの API が欲しいというのがもともと分かっているような場合っていうのは部分的に手動で書いたりするケースが多いです。で一方で、例えばプロジェクトでスティープチェックを実行したときに特定の GEM のメソッドの型定義がないことでエラーが大量に出てしまうといったような場合には、網羅的に RBS を書いていた方がいいので、自動生成したものを使うというふうな使い分けを個人的にはしています。で最後のステップとしてプルリクエストを開くんですが、その前にテストスクリプトを実行します。こちらも bin init new gem を最初に実行したときに作られるテスト用のスクリプトなんですけれども、これを実行すると内部的には RBS バリデートだったりスティープチェックといったスクリプトが実行されます。で CI でも同様のテストが走るのでプルリクエストを開く前にこちらを実行しておくと良いかと思います。でここまで来たらあとはプルリクエストを開いていただくだけです。で最後に少し補足情報をお話しすると、GEMRBS コレクションは全ての RBS についてGEM の型定義についてカバーしているわけではなくて、標準ライブラリですとか組み込みライブラリについては RBS リポジトリの方で管理していますので、そういった GEM については RBS リポジトリの方にパッチを送っていただく形になります。であとは最初に bin init new gem を実行したときに manifest.yaml というファイルが作成されるんですけれども、こちらは GEM ファイルロックですとか GEM スペックに現れない依存関係、他の GEM の依存関係がある場合に必要なファイルになります。でそういったファイルがない場合にはコミットせずに削除してしまって大丈夫です。私も今のところこれを使ったことはありません。で最後になりますが、こちらがですね先ほど例に出したイナメライズジェムの、型定義の部分になりますが、こちらはもともとですねこういった型定義をしていて、で何が違うかというと、
テスト .rb 下の RBS 下の方を見ていただくと Extend Enamelize というものがなくて Extend Enamelize Base クラスメソッドだけが記述されています。でこれ実際は両方とも Extend Enamelize というふうに書くべきなんですけれども、もともとお見せしたようにこういった形で書く必要があったのには理由があります。でこれは実際の、プルリクエスト上でのやり取りになるんですが、RBS ファイルの方に Extend Enamelize しか書いていない場合はこういったエラーが出ます。Enamelize メソッドは定義されていませんと、型定義がありませんというふうなエラーが出ています。でこれは、Extend Enamelize を、クラスで呼び出したときに、動的に、Extend Enumerize を動的に呼び出していて、Enamelize メソッド自体が動的に追加されているからこういったエラーが出てしまっていると。で、現在の RBS ではそういった動的にインクルードしたりエクステンドしたりするっていう機能がないのでこういったエラーが起きているといったところになります。というところで、RBS ファイルの方には Extend Enamelize と Extend Enamelize Base クラスメソッドの両方を書くのがベターでしょうというお話になりました。で、ただこれを利用者が知るのは非常に難しいというところで、メンテナーの方から、この Enamelize Gem のディレクトリに README を追加してドキュメントとして書くのはどうですかというご提案をいただきました。で、実際 Enamelize Gem のディレクトリ下に README を用意して、この問題と RBS ファイルの書き方についてお伝えすることで、この問題を解消しようというふうな動きになりました。でおそらくこれは Enamelize Gem だけではなくて他の Gem であったりとかメソッドでも起きうることだと思いますので、もし何かこういった状況に出くわす方がいましたらぜひこの話を思い出していただければいいかなと思います。で最後になりますが、今日は GemRBS コレクションへのコントリビュート方法というところでお話をさせていただきました。でこの話をきっかけにしてコントリビュートしてくれる方が増えればとても嬉しいですし、それ以上にぜひ皆さんも RBS や STEEP を積極的に使っていただいてどんどん知見を皆さんと一緒に共有できたらもっと嬉しいなと思っております。でそうしたことによって Ruby の型エコシステムが普及して Ruby 本来の楽しさだとか書き心地みたいなところがより洗練されていくんではないかなというふうに期待をしています。そのために私もできることを引き続きやっていきたいと思っております。私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。